ごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題は、現在ドイツで行われているウクライナに対する軍事支援の国際的な会合、ラムシュタイン会議に向けて、各国が発表している軍事支援の内容をまとめていこうと思います。ただ、動画の最初に言っておかなければならないのは、このラムシュタイン会議において一番の議題であった戦車の供与については、今のところイギリスのチャレンジャー2のみにとどまっており、ドイツはウクライナに対する供与を認めるという話が出てきていないのです。ただ、その話を一旦横に置いておくとしても、今回のラムシュタイン会議に向けて各国が発表した軍事支援の内容は明らかに過去最大級という状況になっており、ウクライナに対する支援も質量ともに強化され続けており、プーチン大統領の望んだようなウクライナ疲れによる支援の途絶といったものは今のところ見えていないのが現実です。それでは早速、現在のところ分かっている軍事支援の中身見ていきます。まず最初に、現在ロシアはウクライナに対する無差別攻撃を繰り返しており、一般市民の犠牲者もたびたび発生しています。そうしたこともあって今強化されているのが防空兵器の供与です。対空ミサイルの供与を発表している国は、アメリカ、パトリオットミサイルとアベンジャー。このアベンジャーというのは自走対空兵器です。後部にスティンガーミサイルを搭載しており、あくまでも近距離の防空システムではあるものの、小回りが効く分だけ前線に近いところでも活動ができるでしょう。その他、ドイツ、オランダもパトリオットシステムの供与に動いていますし、カナダはナサムスの提供を進めます。次は地上戦力の軍事支援。戦車については今のところイギリスがチャレンジャー2を提供するというところでとどまっています。その他チェコが T72 の再生近代化改修を行ってウクライナに送るということを行っています。ドイツさえ許可をしてくれれば、ポーランド、フィンランド、スペインなど様々な国でウクライナに対してレオパルド2を供与しても良いという話が出ているので、ドイツが承認するかどうかといったところがまさにこれからウクライナ軍が領土奪還する時の戦力強化の要となります。次に装輪装甲車、フランス AMX-10RC、そして次に歩兵戦闘車、アメリカがブラッドレー59両の供与を決定しました。この59両には対戦車ミサイルを搭載しているということで、ロシア軍の戦車を先に見つけることさえできれば撃破することも可能です。このあたりの戦闘状況というのは、かつてイラク戦争などでロシア系の戦車を次々と撃破したということもあるので、ブラッドレーだから全くダメだというわけではありません。兵器の使い方次第という面があります。次に歩兵戦闘車ではスウェーデンが CV90 を50両、ドイツがマルダーを40両です。次に兵員装甲輸送車、アメリカがストライカー90両。こちらは兵員装甲輸送車とはついているものの、ストライカーには対戦車ミサイルや機関砲などもついているため、ただ兵士を運ぶだけというわけではありません。そして兵員輸送車もかなりの数送られるので、ウクライナ軍の兵士がより安全に移動することができます。攻めるときにも守るときにも砲撃支援は非常に重要です。自走砲の供与。イギリスが AS90 を30両、デンマークがカイサル19両。デンマークは保有するカイサル自走砲をすべて供与するというかなり思い切った支援に出ました。アメリカが M109、18両、スウェーデンがアーチャー12から12両となっています。次にヘリコプター。こちらはリトアニア、エストニアがソ連系のヘリコプターを供与します。その他目立った兵器供与としては、空対地ミサイルをイギリスが提供するというのがあります。目新しいところではこの辺りまででしょう。基本的にはこれまで提供してきたハイマース用の弾薬補給であるとか、対戦車ロケットミサイル、様々な物品についての補充弾薬、砲弾などが軍事支援のリストに載っていました。また、軍事支援といえば、何々を何両渡しますよといった話が出てくるわけですが、国によってはそのような具体的な話をしない軍事支援という形もあります。例えばフィンランドでは、今回のラムシュタイン会議に合わせて第12回の軍事支援を発表しています。しかし何を送るかについては公表しておらず、金額相当として4億ユーロ相当の支援を行うとしています。過去11回行ってきた軍事支援の合計額が 5.9 億ユーロ。そして今回行う軍事支援が4億ユーロということで過去最大規模です。そして最後に一つ言っておかなければならないのが、残念ながら今回は GLSDB、アイマース用の射程150キロの弾については軍事支援のリストに入りませんでした。アメリカとしてはブラッドレーやパトリオットミサイルなど従来よりも一歩進んだという感覚で
今回は供与を見送ったのかもしれません。ここまでがあらかた決まった話だったわけですが、これからどうなるかの話の中で、戦車の次の話も今出ています。それが戦闘機についてです。オランダの外相はウクライナが希望すれば F16 の供与を検討すると発表しました。オランダは F16 を100機導入しており、F35 への更新が予定されています。保有する機体のバージョンは最新型の F16V ではなく、初期型を近代化改修したものであり、近年 F35 への入れ替えが進むと同時に退役していくこととなっています。直近のものでは28機が2024年に退役予定ということもあり、オランダとしては今であれば F16 をウクライナに供与する話をしてもいいというタイミングでもあります。しかし戦闘機の供与というのはこれまで非常に難航していました。というのもソ連系の戦闘機であるミグ29スロバキアが退役したものがあるのですが、これを供与する話についても全く前進していないのです。これまでウクライナに対する軍事支援で戦車、戦闘機、そして射程が長いミサイルについてはなかなか具体的な話が進んできませんでした。今回の戦闘機について言っても具体的に前進するかどうかはまだまだ不透明な状態です。戦車供与の話がイギリスのチャレンジャー2で止まってしまったというのは残念なことです。しかし、そのことを一旦横に置いて、今回の軍事支援のパッケージを全体として評価すると、これまでのどの軍事支援の時よりも総合火力に勝っていると言えます。なぜならば、歩兵戦闘車どうするかといった話はすでに過去のことになったようですが、しかし、これまでは歩兵戦闘車を渡すことすら各国は躊躇していたのです。ところが今回まとまって150両近くが渡されることとなり、さらには自走砲についても高性能なものがこれだけ数多くウクライナへと供与されます。明らかにこれはウクライナ軍の戦力を大幅に増強するものです。特に榴弾砲について言えばこれまでは剣式の榴弾砲が大量に送られることがあったのですが、自走砲へとどんどんと切り替わっています。これは戦場の教訓としてロシア軍の方にある対砲兵レーダーといったものがあり、砲撃地点をすぐに割り出されて反撃されるといったことが相次いでいます。この問題を解決するためにはさっさと攻撃地点から移動することが求められます。ですから自走砲が何としても必要なのです。そして自走砲であれば守りのための砲撃支援だけではなく、攻撃においても一緒に前進することが非常に容易になります。この点について言っても領土奪還の助けになるでしょう。そして決して忘れてはならないのが、こうした軍事支援が何かを代価として求めるものではなく供与だということです。供与というのは分かりやすく言えばプレゼントです。決してウクライナに対して何かの利権をよこせ、金を払ったらこの兵器を売ってあげるとか渡してあげるといった話をしているわけではありません。今回の軍事支援、これだけの攻撃力を増加させるものであるにもかかわらず、各国からの供与だというのも忘れてはならないポイントです。なぜならば、ウクライナが今回軍事支援を受け取るにあたって、軍事同盟を結んでいる国は一つもないのです。そのような中での支援が各国を行われているというのが今の欧米の行動なのです。このことが一体どれだけすごいかはロシア側の立場に立ってみてください。現在ロシアが兵器供与を受けている国がどこかあるでしょうか？基本的にはありません。もしかしたらベラルーシが砲弾を渡しているかもしれないといった話はあるわけですが、その他の国、北朝鮮やイランなどはエネルギー資源や食料、軍事技術、それらを代価として求める形でロシアに対して軍事物資を渡していると言われています。しかも大国ロシアに対して条件としては、北朝鮮にしてもイランにしても良い条件を獲得した上での武器の販売などだと言われています。こうしたイランや北朝鮮というのもあくまでも自分にとって有利な条件を引き出せるといったことから、ロシアに軍事物資を売りつけていると考えられるため、この後ロシアが戦況が悪くなってくれば、もっともっと自分たちにとって都合の良い条件をロシア側に突きつける形での関係を迫っていくことでしょう。ちなみになのですが、こうしたウクライナに対する軍事支援の話が進んでいる一方において、日本が何をしているかについてもお話をしておきましょう。日本は現在の憲法、そして法律などによって紛争当事国に対する武器供与は全くできない状況です。そして全体状況から言っても、兵器を輸出することについても足かせがある状態であり、なかなかこうした軍事支援の話に加わることができないのが現状です。では今日本が何をしているかといえば人道支援です。
例えば、越冬支援として発電機を送ったりしています。また、ここ最近のニュースでは、ロシア軍が大量に地雷を埋めて残していっていますから、この地雷除去のための道具であったりノウハウをウクライナに渡していく話が出ています。日本は東南アジアを中心として紛争当事国における地雷除去の支援といったものをずっと行っている実績がありますから、ウクライナにおいても大量の地雷を全て撤去するには10年とか20年とかかかると言われていますから、息の長い支援を行うことができます。しかしこうした人道支援は残念ながら今まさに戦闘が行われているという状況に対してはどうしても評価がされにくいものです。ウクライナ側も日本は軍事支援ができない国だなというのが最初から分かっていますから、経済復興をいずれはお願いするという話をしているわけですが、じゃあそれに甘えていて日本が人道支援だけを行っていれば、いずれは欧米各国から見て日本は困っている国があるのに結局軍事支援しない国なんだなと評価を下げられてしまうのはちょっと当然な成り行きかもしれません。そしてそのことを考えると、日本も侵略されている国に対する軍事支援が行える国になるのは私は当然なるべき姿だと思います。といったところで今回の動画はここまで。ドイツで行われているウクライナに対する軍事支援の国際的な会合ラムシュタイン会議、ウクライナに対する欧米各国からの軍事支援が非常に手厚くなっています。あとはドイツがドイツ製戦車の供与を認めてさえくれれば、戦況は大きく動くことが確定します。そうした状況から考えれば、今年はまさに戦争の山場が来るかもしれません。戦争が長引けば長引くほど、兵士だけではなく一般市民、特にウクライナ側の一般市民が虐殺されるといったことがこれからも続いてしまいます。なんとかこれを早く終わらせるためにウクライナ軍を強化してロシア軍を撃退させる方向へと話が進んでくれることを祈るばかりです。というわけで今回の動画はここまで。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともチャンネル登録していてください。そして動画を見終わったら評価ボタンのクリックと感想のコメントの書き込みよろしくお願いします。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。